皆様こんばんは、無双ゲームズです。今後ね、5月14日からレイドのイベントが来ますね。通常のレイドとは違って、フェスティバルみたいなね、レイド、複数のレイドがね、同時に来るということで、初めてのイベントになります。マルチ専用と言っていたんですが、もともとね、レイドってマルチの枠で参加なんですけど、1人でできることもあったんですね。マルチではあるんですが、ソロで戦うと。それが今回できるのか、本当にマルチプレイしかできないのか、その辺はまだ定かではないんですが、そのねレイド、過去のねレイドっていうのは結構難易度高くって、今は EX 化しているので、もしかしたらねかなり楽になっているということもありえるんですが、 FF10 以降に始めてくれた方、また FF7 リメイク以降にね始めてくれた方はですね、レイドをオートでやっているのをよく見るんじゃないかなと思うんですけれども、かつてはねレイドって手動でやっていました。もちろんオートでできる方もいたんだとは思うんですが、手動でやるのがメインのコンテンツでした。その時にねこの時間を盗むというのを多用していました。今回の裁きの試練だと使っている方もいらっしゃると思うんですが、スローという技をね使ってボスの CT をたまる時間でゆっくりにして、その間にチェインを稼いでいくというような方法で戦っていると思うんですが、レイドの場合はねこの時間を盗むという方法を使って、今画面上に出ているんですが、時間を盗むというものはシーフの技ですね。効果を見ていくと、対象の CT を半減3ターン自身の素早さをアップするという技なんですよね。これが全部で3回使えます。で時間を3回盗んでチェインをねずっと続けてダメージを出してボスを倒すというような感じで、レイドはやっていました。また時間を盗めないボスもいるんですよ。現在の状態というところのステータスが CT 変化無効というのがついている場合には時間を盗むことはできません。また CT の変化が無効ですから、スローとかねストップも入りません。で素早さのダウンはまた別の項目なので、素早さダウンは入ったりしますけどね、今回で言うとシャルロットのスピードパニッシュとか、あとはスピードブレイクみたいな技はね、素早さに対しての耐性がなければ効いたりします。今日はこの時間を盗むというものにフューチャーしてねご説明していきたいと思います。今回の裁きの試練のボスを使って時間を盗んで戦っていきたいと思います。今回はねですからスローは使いませんので、この時間を盗むということで、やっていきます。ただ、自分の実は見ていただくと99レベルということで、ボスのスピードにね追い抜かれちゃうことが多いので、シーフ、同じくシーフがあるねビネラで、代用したいと思います。これは自座でもできますよということですね。シーフがあれば、時間を盗むを持っているシーフであれば誰でもできるんですが、左のね行動順が非常に大事になってきて、この行動順で、盗んだ後にボスに追い抜かれちゃってると次が盗めません。ですのでその場合はね時間を盗むが使えてないというか、うまく使えてないことになってしまいます。毎回ね時間を盗んだ後にボスよりも前に割り込んでくることで、ボスの前ですから、そこでまた時間を盗んでボスを遅らせていくというような流れになります。戦闘画面でご説明していきましょう。それではね、今回の裁きの試練のハードボスを使って、挑んでいきたいと思います。はい、それではね今回はこのようなパーティーで、いきたいと思います。時間を盗む役、自分は時差が99でちょっと不安だったのでね、EX 化しているビネラで代用しています。ビネラで時間を盗む役ということで、斬撃と属性のチェイン両方つないでいく役は今回は氷属性を選択しました。一般的というかね、かつて一番多かったのは闇の残パーティーというのが多かったかなと思います。理由はね、闇に強いね斬撃のキャラが多かったとか、連撃が使えるからっていうね理由がありました。今は全属性ね連撃も違いますし、残耐性を下げれるのって前はギルガメッシュが代表的だったんですが、今はね雷だとクラウドがブレイバーで下げれます。闇だとディーンが下げれます。火だとねオーモントが下げれますといったように、各属性にね残耐性を下げれるキャラも増えてきました。連撃がつなげて、残耐性も下げれてということですので、あとはね属性耐性を下げれるキャラもね増えてきましたね。ここで言うとラスウェルが氷属性耐性を下げることができます。各属性にそういったキャラも増えてきましたので、どの属性でもね自分の手持ちの中で一番使いやすいものを使っていく。実際レイドの場合はボスに対して有利な属性を使っていくのが一番いいんですが、今回のレイドのイベントマルチイベントですからね、自分が使うキャラクター1体でマルチしちゃえばいいので、別に5体揃ってる必要はないんですよ。でそのボスに対して有利属性の斬撃のね、斬撃とは限らないです。射撃もありますしね、有利取れるキャラがいない場合は、じゃあ今回自分はジザで時間盗む役やりますということもできるのでね、ジザ役というのもありですよね。
マルチの中に1人時間を盗む役が必要な可能性があります。また EX 化しているので、最初にもお話ししましたが、時間を盗む必要なくてね、簡単に倒せてしまうという可能性ももちろんあるんですが、時間を盗むという方法を使ったことがない方にね、こうやって有効に使えることもありますよということでご紹介していきたいと思います。それではね、戦闘の方へ入っていきます。今回は来ているイベントでね、耐久の高いチェーンをつないでもなかなか倒れないボスが裁きだったというだけで、ポイントとかね、ボーナスキャラとか全く無視して編成を組んでおりますので、その点はご了承ください。最初にね、ここで、決命で、これ AP 稼ぐ必要特にはないんです。時間を盗むのは TP 技なのでね、ないんですが、一応耐久を上げたりね、AP を貯める癖があるので貯めていってます。またマルチの場合は活性光をね、全員が使うことができます。お持ちの方はに限りますが、全員が使うことができますので、マルチはね、さらに有利です。ここは今自分で5キャラ操作してますから、活性光は1体しか使えないのでね、他のキャラはなんか他の方法を駆使してね、他のトラストマスターを使ったり等しながらなんとか AP を稼いでいきますが、マルチの場合は全員活性光を使うということもできるので、さらにね、有利になります。 AP が切れるという心配がないのでね、この場合はね、ちょっと考えていかないと AP が切れてしまうんでね、いろんなトラストマスターをフルで入れてますが、実際マルチでやる場合は自分が動かすのは1キャラですから、そんなのないよというね、今の編成の中でなくても、またビジョンカードもね、キャラも1枚ですがビジョンカードも1枚で済みますのでね、そういった利点もマルチにはあります。ここで視力盗んどこうかな。雑魚は倒しませんので、雑魚の視力盗んでね、攻撃を食らいにくくしとこうかなと思っただけですね。それではここでね、もうすでに虎鉄という技で残耐性を下げちゃいます。これですね、これで敵の残耐性を、ちょっと待って、あっちの雑魚までまとめて倒しちゃおう。倒せるだろう。倒せると思うな。倒せますね。これはついでなんで雑魚も倒しちゃって、虎鉄で残耐性を下げました。でこれはブレイバーでも下げれますんでね。でここでね、これはロブのトラマスといって、ヘイストと同じようなね CT アップですねを使っていますが、こんなものはねなくても全然問題はありません。ここまださらに AP 貯めたいので、 AP 消費が一番多い技はね、格闘術の極みなんですが、2しか変わらないということは AP 回復1しか変わらずに火力が上がるものがあるので、そちらを選択しました。で前へ行きます。ボスを囲んでしまうのがレイドのね通常の戦い方になります。理由はね、動かれない、ボスも動かないとこっちも動かないで済みますんでね。でここから左の行動順、こちらですね、この左の行動順を見ていきます。なぜかというと、ここから斬撃チェーンを始めてもいいのかダメなのかというところで、ここで3連撃を始めた時に、この後モルボル、トンベリで、ギルガメッシュの番が来て、ラスウェルの番が来て、ビネラの番が来ますよね。でビネラの番が来てから、次のビネラが来る前に12番目でボスの攻撃が来ます。ということは、ここでビネラで時間を盗んで、この12番目をさらにね後ろに持っていってチェーンをつなぐことができるので、斬撃開始していいよという判断ができます。ですのでここから連撃をつないでいきます。ドレインアサルトという3連撃があるので3連撃を使います。ここでね今3チェーン、虎鉄から始まってますからね、現実には4連撃なので3チェーン、氷の3チェーンと斬撃の3チェーンがつながりました。次モルボルでトンベリの番が来て、ギルガメッシュですね。ギルガメッシュ先ほど虎鉄をもうすでにしてますので、あんまりね AP 消費のないもの、虎鉄の効果が3ターンなので3ターン後にまたね、打ちたいですから、ギルガメッシュはどうしようかなって考えてます。で標準というのがね、一番消費が少ないということで標準を打っていきます。こうすると氷の4連撃とザの4連撃つながってますね。ダメージ予測としてはマックスの 11,999 と。はい。で続いてラスウェルですね。ラスウェルは横に囲んでおきたいんですが、ここでね2連撃がね範囲なんですね、この方は。で誰も巻き込まないことを確認して、これで6チェインですね。
金色の方が斬撃チェーン、虹色っぽい青とピンクみたいに見える6チェーンが氷の残チェーン。入れ替わってますよね。残チェーンがこのダメージの上のここのところでね。それではこれを打っていきます。この時のボスの右側のねボスのヒットポイントが出ていますが、その TP、AP の下に CT って書いてありますよね。100分の57。これが100分の100になるとボスの順番が来ます。で、先ほどの時間を盗むというところの説明にありました。時間を盗むは CT を半分盗みます。ですからね、例えばボスの CP が20とか30しか溜まっていない時に盗んじゃうと、30だったら15しか盗めません。20だったら10しか盗めないので、あんまり効果がないんですよね。これがね、割と溜まってきた時に盗むと効果がありますね。ではここは2連撃をしていきます。もうね、カンストしちゃってますね。これで左の行動順を見ていきましょう。ビネラの次がアーロン、その次がもうボスですね。そしたらそこでチェインは切れちゃいます。じゃあビネラはここで時間を盗みます。ボスのね。そうすると CT 見てください。赤くなってますよね。100分のさっき57だったのが今82まで来てたんですよ。でこれを盗むと100分の41まで下がりますという効果なんですね。でそうするとどうなるかと。これを盗むとね、今3番手に来てるボスがどこまで下がっていくのかと。でこれ盗んだ後どこに下がるかはね、これ行動順でもまだ分かんないんですよ。でこれ決定します。時間を盗みました。はい、左の行動順見ていきましょう。次のビネラが10番目に行動来ますね。でその後ろにボスがいます。またボスよりも前にビネラが来てるので、また時間が盗めます。これ時間を盗むキャラの素早さが遅かったりすると、次のボスがねビネラより前に回ってきちゃうともう時間盗めませんよね。これ大事なことで、必ずボスの前に順番が回ってくるためにビネラはここで一歩とか移動しちゃうとね、ボスの下に来てるの分かりますか？今13番目にビネラが来ちゃってますね。一歩移動したことで CT の消費量が多くなっちゃってるんですよ。 CT 消費が行動して移動すると100ですよね。今はアビリティを使っただけで移動してないので CT 消費が80なんですよ。で今残りね、これで終わると次またビネラはボスの前に来ますが、間違ってもここで移動しちゃうとボスのね後に来ちゃってチェーン切れちゃうので、必ず行動順は確認して戦う必要があります。ここで待機していきます。それではアーロンはここで2連撃を持っているので2連撃、誰も巻き込みませんね。ここで8チェインになってます。でこれを打っていきます。もうカンストダメージ連発ですよね。2回目はちょっとクリティカルじゃなかったので1万99足りなかったのかな。で通常攻撃挟んじゃうと氷のチェーンが切れちゃうので、ダメージ一気に下がっちゃうんでね、通常攻撃は挟まない。 AP がもし切れてるんだったら AP を貯めて攻撃をしない、これが大事になってきます。ここでまた3連撃を打っていきます。もうね、倒せちゃいますよね、11チェーンで。こうやって、レイドボスは倒していきます。ただ今回ね、オーバーキルとか狙う裁きの試練の場合はここをわざとね、裁きの場合はですよ、レイドは倒しちゃっていいんですが、裁きの場合はわざとこうやって残りね19739とかをチェーンをねつないで倒さないようにして、でオーバーキルを多く持っていきたいので、もう一回時間盗みたいのでね、今回は説明のためにわざと倒しません。でここも、倒しません。また標準とかを使って、ちょっと待って、虎鉄の方がいいか。虎鉄の方がいいね。はい、これでねまたビネラの番が来ましたね。でここでボスの CT をまた盗むということで、時間を盗むをボスにちゃんとねやっていくと、ボスほらすぐ CT100 だったんですよ。ボスもすぐ順番来てるんですね。素早さの関係上で今ビネラが先ですが CT100 は同時なんですね。でここで時間を盗むとボスの CT が50盗めてます。これでね今、3番目、左の行動順の3番目にいるボス、さらにレイドの場合ねもっとボスの体力多かったりしますので、こうやって盗んでね、さらにチェーンをつないでいきます。盗むと今3番目に行動順だったボスがまたねビネラの後ろに来てるんですよ。これギリギリですね。ギリギリなんですよ。ビネラの素早さがギリギリボスに勝ってるんで、またここでね移動しちゃうとダメですよ。ここで移動しちゃうとまた全然ボスの後ろ行っちゃうんで、移動しないことでもう1回盗めるよと。で全部で3回時間を盗めますので、これでちょうどいいということになります。素早さの調整も大事になってきます。でここでねラスウェルが2連撃を放つとオーバーキルで倒せますと
こうやってレイドは倒します。今回さばきはたまたまねボスがこうやって盗んでチェーンつないでもすぐ倒れないボスなんで、利用してますのでポイントは全然関係ないんですが、レイドのボスの場合ねポイントなんて関係ないんですよ。倒せればいいので、こうやって倒していきます。今回はねユニットもビジョンもボーナス意識的に積んではいないのでボーナス倍率 1.318 とねかなり低いですが、ほとんどラスウェルのボーナスとあとなんかボーナス積んでるのかな。ラスウェルとねビジョンカードで、宴を積んでるのかな。ラスウェルと宴を積んでるだけのボーナスなんですが、それでもね、5050出るんですね。これはちょっと驚きです。ポイントは気にしないでください。時間を盗むというののね説明でした。でこれは今回氷でやりましたが、闇を4人ね、連れていくと今度ビネラもチェーンにつながりますからね。ビネラは残チェーンをつなげることはできますし4連撃を使えたりもしますが、闇で染めてる場合は闇のエレメントチェーンもつながりますのでね、そういった意味でジザや、ビネラで時間を盗む場合、闇で染めることが多いですよね。闇一体で盗んで、攻撃さえしなければ、時間を盗むというのは攻撃ではないのでチェーンを切れたりすることはないのでね、今回のようなパーティーでもちゃんとチェーンはつながっていました。もう一度ね編成を見ていきましょう。こんな感じです。やりましたが、この右の4体は他の属性でも大丈夫ですし、例えばボスの弱点が射撃であれば、射撃でつなぐという、まず射撃4体っていうのは自分で組むのはなかなか難しいんですが、マルチの場合でしたら自分で使うの1体ですよね。例えばクラウドは射撃使えますので、じゃあ自分はクラウド使いますって言ってみんながクラウドで来てくれる。もしくはフェデリカっていうね雷属性の射撃キャラがいます。そういったキャラで来ると。あと SSR にねシュゼルトというキャラクター、こちらもね弓が使えますので雷だったら射撃になりますよね。そういった感じでフェデリカもクラウドも持ってないよ、じゃあシュゼルトで来ればっていうことでマルチですから、そういった感じでねチェーンをつないでいくこともできます。で時間を盗むとチェーンがつなぎやすいですよと、スローとかヘイストとかねなくてもつなげますということで、こういったものねもしかしたら今度のレイドで活用することがあるかもしれませんので、本日は時間を盗むというところをねご説明させていただきました。本日の動画は以上です。楽しみですね。レイドのイベントみんなでマルチで盛り上がっていきましょう。それでは失礼いたします。